カブトムシ、新見南吉。お花畑から大きな虫が一匹、ブーンと空に登り始めました。体が重いのか、ゆっくり登り始めました。地面から1メートルぐらい登ると、横に飛び始めました。やはり体が重いので、ゆっくり行きます。馬屋の角の方へのろのろと行きます。見ていた小さい太郎は縁側から飛び降りました。そして裸足のままふるいを持って追っかけていきました。馬屋の角を過ぎてお花畑から麦畑へ上がる草の土手の上で虫を伏せました。取ってみるとカブトムシでした。ああ、カブトムシだ。カブトムシ取った。と小さい太郎は言いました。けれど誰も何とも答えませんでした。小さい太郎は兄弟がなくて一りぼっちだったからです。一りぼっちということはこんな時大変つまらないと思います。小さい太郎は縁側に戻ってきました。そしておばあさんにおばあさん、カブトムシ取った。と見せました。縁側に座って居眠りをしていたおばあさんは目を開いてカブトムシを見ると、なんだ、ガニかや、と言ってまた目を閉じてしまいました。違う、カブトムシだ。と小さい太郎は口を尖らして言いましたが、おばあさんにはカブトムシだろうがガニだろうが構わないらしく、ふんふん、むにゃむにゃと言って再び目を開こうとしませんでした。小さい太郎はおばあさんの膝から糸切れを取ってカブトムシの後ろの足を縛りました。そして縁板の上を歩かせました。カブトムシは牛のようによちよちと歩きました。小さい太郎が糸の端を押さえると前へ進めなくてカリカリと縁板をかきました。しばらくそんなことをしていましたが、小さい太郎はつまらなくなってきました。きっとカブトムシには面白い遊び方があるのです。誰かきっとそれを知っているのです。そこで小さい太郎は大頭に麦わら帽子をかむり、カブトムシを糸の端にぶら下げて門口を出て行きました。昼は大層静かで、どこかでむしろをはたく音がしているだけでした。小さい太郎は一番初めに一番近くの桑畑の中の金平ちゃんの家へ行きました。金平ちゃんの家には七面鳥を2羽飼っていて、どうかすると庭に出してあることがありました。小さい太郎はそれが怖いので、庭まで入っていかないで生垣のこちらから中を覗きながら、金平ちゃん、金平ちゃん。と小さい声で呼びました。金平ちゃんにだけ聞こえればよかったからです。七面鳥にまで聞こえなくてもよかったからです。なかなか金平ちゃんに聞こえないので、小さい太郎は何度も繰り返して呼ばねばなりませんでした。
そのうちに、とうとう家の中から、金平はのう、と返事がしてきました。金平ちゃんのお父さんの眠そうな声でした。金平は、呼んべから腹が痛うてのう。寝ておるのだで、今日は一緒に遊べんぜ。と聞こえないくらいかすかに鼻の中で言って、小さい太郎は生垣を離れました。ちょっとがっかりしました。でも、また明日になって、金平ちゃんのお腹が治れば、一緒に遊べるからいいと思いました。今度は、小さい太郎は、一つ年上の恭一くんの家に行くことにしました。恭一くんの家は、小さい百姓家でしたが、周りに松や椿や柿やトチなどいろんな木がいっぱいありました。恭一くんは木登りが上手で、よくその木に登っていて、うかうかと知らずに下を通ったりすると、椿の実を頭の上に落としてよこして驚かすことがありました。また、木に登っていない時でも、恭一くんはよく物の影や後ろからわーっと言ってびっくりさせるのでした。ですから小さい太郎は恭一くんの家の近くに来ると、もう油断ができないのです。上下左右後ろにまで気をつけながら、そろりそろりと進んでいきます。ところが今日はどの木にも恭一くんは登っていません。どこからもわーっと言って現れてきません。今日一はな。と、鶏に餌をやりに出てきたおばさんが聞かしてくれました。ちょっと訳があってな。三河の親戚へ昨日預けただがな。と、小さい太郎は聞こえるか聞こえないくらいに鼻の中で言いました。なんということでしょう。仲の良かった恭一くんが海の向こうの三河のある村にもらわれてしまったというのです。そいで、もう戻ってきやしんと、咳き込んで小さい太郎は聞きました。そや、またいつか来るだらずに。いつ？盆や正月にゃ、来るだらずにな。ほんとだね、おばさん。盆と正月にゃ、戻ってくるね。小さい太郎は望みを失いませんでした。盆にはまた恭一くんと遊べるのです。正月にも。カブトムシを持った小さい太郎は、今度は細い坂道を登って大きい通りの方へ出て行きました。車大工さんの家は大きい通りに沿ってありました。そこのうちの安尾さんは、もう青年学校に行っているような大きい人です。けれど、いつも小さい太郎たちの良い友達でした。陣取りをするときでも、かくれんぼをするときでも、一緒に遊ぶのです。安尾さんは小さい友達から特別に尊敬されていました。それはどんな木の葉、草の葉でも安尾さんの手でくるくると巻かれ、安尾さんの唇に当てるとピーッと鳴ることができたからです。また安尾さんはどんなつまらないものでもちょっと細工をして面白いおもちゃにすることができたからです。車大工さんの家に近づくにつれて、小さい太郎の胸はワクワクしてきました。安尾さんがカブトムシでどんな面白いことを考え出してくれるかと思ったからです。ちょうど
小さい太郎の顎のところまである格子に首だけ乗せて仕事場の中を覗くと、安尾さんはおりました。おじさんと二人で仕事場の隅の砥石でカンナの刃を研いでいました。よく見ると今日はちゃんと仕事着を着て黒い前だれをかけています。そういうふうに力を入れるんじゃねえと言ったら、わからんやつだな。とおじさんがぶつくさ言いました。安尾さんは刃の研ぎ方をおじさんに教わっているらしいのです。顔を真っ赤にして一生懸命にやっています。それで小さい太郎の方をいつまで待っても見てくれません。とうとう小さい太郎はしびれを切らして、やっさん、やっさん。と小さい声で呼びました。安尾さんにだけ聞こえればよかったのです。しかし、こんな狭いところではそういうわけにはいきません。おじさんが聞きとがめました。おじさんはいつもは子供に無駄口なんか聞いてくれるいい人ですが、今日は何か他のことで腹を立てていたと見えて、太い眉根をピクピクと動かしながら、うちの安尾はな、もう今日から一人前の大人になったでな。子供とは遊ばんでな。子供は子供と遊ぶがええぞや。と突っ放すように言いました。すると安尾さんが小さい太郎の方を見て仕方がないようにかすかに笑いました。そしてまたすぐ自分の手先に熱心な目を向けました。虫が枝から落ちるように力なく小さい太郎は格子から離れました。そしてぶらぶらと歩いていきました。小さい太郎の胸に深い悲しみが湧き上がりました。安尾さんはもう小さい太郎のそばに帰っては来ないのです。もう一緒に遊ぶことはないのです。お腹が痛いなら明日になれば治るでしょう。三河にもらわれていったっていつかまた帰ってくることもあるでしょう。しかし、大人の世界に入った人が、もう子供の世界に帰ってくることはないのです。安尾さんは遠くに行きはしません。同じ村のじき近くにいます。しかし、今日から安尾さんと小さい太郎は別の世界にいるのです。一緒に遊ぶことはないのです。小さい太郎の胸には悲しみが空のように広く深くうつろに広がりました。ある悲しみは泣くことができます。泣いて消すことができます。しかし、ある悲しみは泣くことができません。泣いたってどうしたって消すことはできないのです。今、小さい太郎の胸に広がった悲しみは泣くことのできない悲しみでした。そこで小さい太郎は西の上の山に一つきりポカンとある縁の赤い雲を眩しいものを見るように眉を少ししかめながら長い間見ているだけでした。カブトムシがいつか指からすり抜けて逃げてしまったのにも気づかないで